皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、米韓スワップ協定の締結についてです。今、世界経済は非常に混乱の中にあります。その中において一つ大きな動きがあるのが、金融市場における現金の強みです。今、ありとあらゆる金融商品が売られるような状況の中にあって、一番求められているのがアメリカのドル、米ドルです。通常何か問題があった時に、例えば、危機の時にはゴールドが一番良いとされていますが、そのゴールドについても売られるような状況が起こりました。これは金融市場における、例えば株式の暴落が起こった時に、その暴落の損失を穴埋めするために金についてももう売ってしまおうという形で相殺して、そうして現金の比率を高めるというようなことが起こりました。この現金として一番価値が高いと考えられているのが米ドルなのです。アメリカのドルは期日通貨と呼ばれており、世界共通で一番広く使われているお金です。米ドルの価値が高まる一方で起こっているのが、各国の通貨における暴落とも言えるような状況です。それは単純に経済的な体力が弱い場合もありますし、構造的に弱い場合もあります。少なくとも何か弱点がある国においては、通貨が安くなるという現象は次々と起こっています。ですから、特定の国で起こっている問題ではありません。世界中の問題です。この世界中で起こっている金融市場の動揺を収めるために FRB が発表したのが9つの国に対する米ドルのスワップ協定の設定です。ただしその中身については少し誤解を招く表現があります。なので今回はそのことについて触れていきましょう。というわけで今回のニュースはこちら。米韓スワップ協定が締結されてある程度金融市場に落ち着きが戻りました。しかしそれが根本的な問題の解決につながっているわけではありません。今回はこの米韓スワップ協定の中身について少し触れるとともに、では今後どうなっていくのか、全体の流れというものについても少しお話をしていきましょう。それではニュースをどうぞ。通貨スワップ効果で一息ついた韓国株式市場、外国人セルコリアは変わらず、パンデミックに呆然自失した韓国金融市場の表情がようやく明るくなった。算定、株価、韓国ウォン、債券、この3つの急落から抜け出す雰囲気が現れた。連日の急落で1400台まで後退したコスピ、韓国総合株価指数は20日、前日終値比 7.44% 上昇して1500台を回復した。コスダックは 9.2% 上昇して 467.75 となった。コスピとコスダックの先物価格が急騰し、プログラムの買い予備値の価格が一時的に停止するサイドカーが発動されたりもした。コスピで買い注文でサイドカーが発動されたのは2011年12月1日以来となる。コスダックは2018年2月8日以来。債券市場でも外国人の現金化需要が落ち着いた。韓国ウォンは前日比 39.2 ウォン値上がりした。1ドル 1246.5 ウォンで取引を終えた。19日の韓米韓通貨スワップ締結合意を受け、ドル不足の懸念がやや弱まったのが好材料として作用した。NH 投資証券のノ・ドンギル研究員は、19日には韓国ウォンが急落し、周辺国の株式市場と比較して下落幅が大きかったとし、国内株式市場の方向性を決める主要変数は為替市場にまで拡大したと話した。通貨スワップとはそれぞれ異なる通貨をあらかじめ約定された為替レートで一定の時点に相互交換する外国為替取引を言う。韓国は9月19日までアメリカと600億ドルを韓国ウォンと交換することができる。LG 経済研究院のチョ・ヨンム研究員は、有事の際、第2の外貨準備高の役割をする金額が増えたという点で、市場参加者の心理を安定させる効果があるとし、締結された金額をすぐに使わないとしても、金融市場全般にプラスの影響を与えるはずと述べた。韓国銀行のイ・ジュヨル総裁は20日、出勤前に記者らに対し、通貨スワップ契約書を作成すれば、直ちにドル貨幣を市場に供給する予定とし、必要なら通貨スワップ延長も可能と述べた。繰り返されてきた外国人の株売り、韓国ウォン安、株価下落の悪循環もこの日はしばらく止まった。ただ、外国人投資家の売りは相変わらずだ。外国人はコスダック市場で592億ウォンの買い越しとなったが、有価証券市場では5847億ウォンの売り越しとなった。12営業日連続の売り越しだ。株価、韓国ウォン、債券が技術的な反動に終わり、また下落する可能性もある。
通貨スワップも金融緩和も最近の事態の根本的な手法でない上、世界が依然としてドル確保に注力しているからだ。アメリカが主要国との通貨スワップを拡大した19日にも、ドルインデックス、6つの通貨に対する米ドルの価値は前日比 2.03 ポイント上昇した103.6 となった。結局、根本的な問題を解決しなければ、韓国株式市場は外国人がドルを自由に引き出せる場になるしかないという指摘だ。韓国の報道機関がこのように報じているわけですが、今後どうなるかといったところは別に経済誌でなくても予想がすることができます。韓国ウォン暴落、危険水域を突破、アメリカに泣きつきスワップ再開も3度目の通貨危機に現実味。パンデミックをきっかけに韓国の通貨ウォンが売られ、1ドル1200ウォンの危険水域を突破している。ムン・ジェイン政権はアメリカに懇願して、通貨交換スワップ協定を何とか再開してもらったが、資金流出によるドル不足も生じており、3度目の通貨危機の懸念は払拭できない。アメリカ連邦準備制度理事会 FRB は19日、韓国銀行など9つの中央銀行と臨時通貨スワップで合意した最大600億ドル、約6兆6000億円のドル資金を供給する。韓国はリーマンショック直後の2008年10月の通貨危機でもアメリカとの通貨スワップで救済された。協定は2010年2月に終了しており、対米スワップ再開に必死だった。20日の朝鮮日報によると、ホン・ナムギ経済副首相がムニューシンアメリカ財務長官に直筆の手紙を送り、韓銀のイ・ジュヨル総裁も FRB のパウエル議長に直談判したという。スワップ再開決定を受けて、タイドルで一時1290ウォン台と約10年ぶりの安値だったウォンは20日時点で1240ドル台とひとまず反発した。だがこれで安心はできないというのが韓国の本音だ。中央日報は社説で市場の恐怖が収まらない限りドルの需要は増え不安が続く可能性が高いとした。1500ウォンまでウォン安が進む可能性があると指摘するのは週刊東洋経済元編集長の勝又氏。これはリーマンショックや1997年の通貨危機の水準だ。勝又氏は各国が入国制限や経済活動の自粛を進めており、輸出が一段と落ち込むのは確実だ。経済収支が赤字に転落すれば、海外の投資家が資金を引き上げる動きも強まると解説する。韓国への入国禁止など制限を実施しているのは20日時点で174カ国と地域。朝鮮近現代史研究所の松木氏は、現地にビジネスマンが行かなければ商談もできないし、海外の生産拠点も本部から人を出さなければコントロールできない。海外頼みの経済に致命的な影響が出てくるのではないかと語る。中国の経済が落ち込んでおり、悪影響が玉突き的に出てくるだろうと語るのは、第一生命経済研究所首席エコノミストの西浜氏だ。韓国の輸出全体で中国本土向けは 27% 弱、香港向けと合わせて 34% 強と依存度が高い。国内総生産 GDP 比を試算しても、中国本土向けのみで 8.5%、香港向けを含めると 10.5% と極めて高水準だと分析する。一方、日本との通貨スワップは15年、韓国側が一方的に破棄しており、再開する環境にはない。韓国の危機は終わらない。最初、米韓スワップ協定が結ばれたよという報道が流れたとき、私はかなり意外でした。というのも、この米韓スワップ協定を結ぶには、あまりにも米韓関係というものが悪化しているからです。しかし、その中身を見たときに、ああ、なるほどなというふうに思いました。通貨スワップと聞くと、ああ、これは中央銀行に対する支援なのだのというふうに思うわけですが、ところがその中身を見ると、全くイメージは異なるものです。今回 FRB が発表したこの通貨スワップの中身を見ると、あくまでも民間銀行で米ドルを取得する際に、そのドル供給というものを保証しますよという言葉に近いと思います。ですから、あくまでも中央銀行に対する米ドルの供給を約束するものではありません。民間銀行で行っている民間企業とのやり取り、この米ドルの決済の場においてドル不足が起こらないように手当てしますよということなのです。これを資金流動の確保と言います。ですから、今回の発表というのはそうした企業間取引を滞らせるようなことはならないような措置なのです。ですから、今回の発表というのは第一の目的は一体何かといえば、米国企業の保護というのが第一目的としてあるのです。ですから今回の通貨スワップ協定と言いつつも、その中身というのは別にそれぞれ各国の通貨防衛に使うことを許すわけではありません。あくまでも市場における
企業や銀行のその決済において滞らせないというのが第一目的なのです。ですから、このように通貨スワップ協定と書いてあると、いかにも中央銀行が自由に使えるお金なんだなというふうに誤解を生むわけですが、その中身というのはあくまでも民間企業を助けるためのものです。そして、中央銀行が通貨を防衛するために用意しているお金というのが外貨準備高です。今回の通貨スワップ協定が第2の外貨準備高として考えられるというのは、私は明らかに間違っていることだと思います。ただし、市場に流通するドルが潤沢に用意されますよというのであれば、それこと自体は市場経済を停滞させるものではないため、これはプラス材料になります。その反応というのが通貨スワップ協定の発表以後における株式市場の安定やもしくは為替市場の揺り戻しです。下がりすぎたものを押しとどめるには非常に良いタイミングだったと言えるでしょう。では今後これがどれだけの効果を持つのかというのが一つのポイントです。今回発表された FRB の内容を見るとあくまでも6ヶ月というふうに期限が切られています。これは短期的な手当ですよということを表明しています。1年や2年ではありませんし、無期限でもありません。あくまでも6ヶ月ですよというふうにしています。韓国の中央銀行の総裁は、これは延長可能だと言っているわけですが、おそらくこれは希望的な話でしょう。我が国はこれをどんどん延長したいんだよという表明を改めてしたわけで、決してこれが決まっている話ではないと思います。なぜそのように今の段階からもう延長可能だという、そうした発表をするかといえば、それは延長が必要だからです。輸出産業に非常に集中した経済状況のために、米ドル決済というものが常時必要なのです。そして当たり前のことですが、この FRB から借り入れたお金というのも必ず利子がつくものであって、無償援助ではありませんし、無償の交換でもありません。あくまでも市場流通を滞らせないために貸し付けているだけですよという話なので、そこには利子をつけて返さなければなりません。今回の話題の本質が一体どこにあるかといえば、それは通貨スワップ協定と言いつつも、実質的には通貨スワップ協定ではないというところです。外貨準備高がいくらあろうとも構造的において自国通貨を守ることが非常に難しいという状況は一切変わらないのです。韓国経済は輸出産業に非常に大きなウェイトがあります。そのような状況にあって輸出先の中国の経済は落ち込もうとしています。これに引きずられる形で財閥企業の業績が悪くなります。ドル決済が主体の中において貿易の黒字が減っていくことになれば、国内を回る米ドルの量というものはだんだんと落ちてきます。そのような状況にあって業績が悪化してきた財閥に対しては株が売られるようになります。株安が進みます。そして国内をめぐるドルが少なくなることによってだんだんと危険だなと思う人たちが増えれば、それは資産の引き上げというものが起こってきます。このような株価が安くなる、そして資産の引き上げが起こる、そのために必要なのがウォンを売ってドルを買うという動きです。こういった構造的な問題が解決しない限りは基本的にはウォン安というものは続くことになります。ですからここから非常に見どころなのは、韓国の中央銀行が抱えている現金は私はもうなくなったというふうに考えています。この現金がなくなったであろうという追求については私が以前の動画で挙げたのですが、その状況はまだ変わっていないと思います。ですから、ここからは韓国の中央銀行が持っている債券をいかにして現金化して市場に投入するために準備するかです。幸い今回の通貨スワップ協定の発表により、市場の緊張というものが緩みました。この時間を稼いでいることが韓国銀行にとって非常に重要になります。この少しの緊張が緩和されている間にいかにして米ドルの資産を資金に変えるのか、ここを素早く行えるかどうかが今後の通貨安戦争に対抗するための非常に重要な局面になります。市場が少し落ち着いたなと思ってこの現金化のための行動というものが遅れれば、それは致命的になりますし、逆に債券を必死で売り抜けて現金化して自国通貨防衛のための準備を進めれば当面の間はしのげるでしょう。しかしここでどのくらいかという問題があります。一体どれだけの期間防衛が可能かという話です。韓国経済がこのまま低落していって、貿易黒字が悪化していって、そして株安なども進んでいくような形が起こって、この後ずっと続くようなことになれば、半年程度で現在の外貨準備高については、全てを現金化して全てを投入するような防衛策に打って出たとしても、そのあたりで底が尽きると言われています。ですから、この後世界経済がどうなるか、この半年の間というのが非常に重要になります。この半年の間に、現在の経済危機というものは、ある程度終焉を迎えることができなければ、
悪化の勢いは加速度的に進むことになります。ですから今回の通貨スワップ協定の発表によりある程度時間は稼げましたが、今後全てが安泰かといえばそういったわけではなく、今後の経済危機がどれだけ深刻化するかにこの問題がさらに悪化するのか、それとも持ちこたえるのかという分かれ道が存在すると私は思っています。この問題で一つ気をつけなければならないのは、この米韓スワップ協定に続いて日韓スワップ協定についても復活するべきだという話があちらの国では出ていることです。このことについては私も前回は述べましたが、今回も全くセリフは同じです。一切関わるべきではありません。日韓の間のスワップというものはそもそも必要ないのです。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。